Hi guys, JFK ことジオンフランシスカムタです。今日はみんな名前は知ってるけど内容はよく知らない TPP について解説していきたいと思います。JFK チャンネル。まずざっくり TPP とは何か、長所短所、歴史、そして TPP のこれからについて喋っていきたいと思います。TPP は Trans-Pacific Partnership Agreement の略称で、日本語では環太平洋経済協力協定と言います。TPP が目指すものは3つあります。1つは消費者が安く物を買えるようになること。2つ目が国内の企業がもっと海外で輸出できるようになること。そして3つ目が民主的じゃない中国を読めること。今の正式な TPP の名前は TPP11 という11カ国で構成され、世界の GDP の 40%、世界の貿易額の3分の1をカバーする合意。まず TPP の長所から。 TPP によって喜ぶグループが2つあります。1つ目が私たち消費者。関税っていう外国から輸入される商品にかかる税金が撤廃されると商品が安く買えるようになる。そして2つ目が国内の企業、商品を安く売れるようになるので、さらに多くの利益が得られて、企業が新しい市場を得るきっかけにもなります。そのことが多くの国々が TPP に参加従っている大きな理由の一つ。 TPP は長所だけじゃなくて、もちろん短所もあります。誰が TPP のせいで苦しむかっていうと、それは私たち労働者です。関税が低くなって外国の商品がどんどん入ってくると、国内の企業はそれらの商品を競争しなければなりません。結果、競争に負けて国内の産業が廃れ、仕事がなくなる可能性も出てきます。企業によってはリストラや賃金を下げることで労働者の生活が圧迫されるかもしれません。アメリカが TPP から離脱をした最も大きな理由はこの労働者の不満。一方で公にはされていませんが、 TPP は西洋諸国が中国に対抗するために作られた。近年、日本、アメリカを含めた西洋諸国とくくられる国々は、強まる中国の影響力、民主的な価値観が薄れていくことを恐れています。また、知的財産権や著作権を無視して盗作などを続ける中国の態度にイライラをしています。そのため、著作権、知的財産権を守るというルールを TPP の中に入れることで、中国を仲間連れにして民主主義諸国の結束力を強くして中国の態度を変えようとする意図も TPP にはあります。 TPP という名前はいろいろ変わりながら今に至ったという歴史があります。最初は TSPR Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement というものが最初にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4カ国で作られて、この TSPR は3カ国を増やしていく過程で TPP という名前に変わっていき、あと一息で正式に協定が成立すると思われていましたが、アメリカが2017年に TPP から離脱をしたせいで、協定の内容だけじゃなくて名前も変えなきゃいけなくなりました。しかし TPP に参加したいと言っていた多くの国がアメリカいるから参加する予定だったので、アメリカが参加をしない形になったことで TPP が実現しない可能性も出てきました。その時当時日本の首相だった安倍さんは、それでも TPP が必要だということを主張して、日本の主導によって TPP は最終的には成立する形となって、Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership 環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定、またの名を CPTPP というアメリカがいないバージョンの TPP が生まれました。最近ではイギリスや中国が TPP に参加したいという報道がされていて、アメリカで新しい政権が誕生したことで再び TPP に注目が集まっています。消費者、労働者である私たちにとって大事な TPP をもう一度振り返ってみてはどうでしょうか。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。